はいどうも、ベイメットチャンネルです。本日は、新ビット、グライドビットを徹底検証。持久力が高い環境ブレード4種で、ロッドボールと100回戦わせてみた。このチャンネルは100回戦のデータとリスナーリクエストやアンケートをもとに、みんなで最強のベイブレードを追求していくチャンネルだ。最強カスタムを知りたいブレーダーはぜひチャンネル登録してくれ。フェニックスラダーデッキセットの中で、最も注目しているパーツ、グライドビット。先端にテーマ殺素材を採用しており、先端脇にある2つの突起で、姿勢保持能力も持っている。公式ステータスでは、ボールビットよりも、持久力も攻撃力も高く評価されており、ボールビットの上位互換のように見えるが、実戦ではどうなのかを、環境ブレードの中でも持久力が高い、フェニックスウィング、コバルトドラグーン、レアルペガサス、ウィザードロットで、それぞれ25戦ずつ、合計100回戦で徹底検証していくぞ。まずはフェニックスウィング、最上流級の重さが特徴で、攻撃面、スタミナ面でバランスのいいブレードだ。大会でも非常に人気が高いが、グライドビットとの相性はどうなのか検証していくぞ。ロッドボールは29ポイント、フェニックスグライドは6ポイント、平均スピンタイムは 24.13 秒という結果となった。続いてはコバルトドラグーン。現時点で唯一無二の左回転のブレードで、ロッドに次ぐ高い持久力を持っている。グライドビットは序盤は攻撃的な動きをするため、左回転の軌道で正面衝突を狙っていき、後半はビット先端のテーマ殺部で、ブレードの高い持久力を底上げし、スピンフィニッシュも狙っていくぞ。25戦やってみた結果は、ロッドボールは18ポイント、ドラグーングライドは17ポイント、平均スピンタイムは 43.14 秒という結果となった。続いてはエアロペガサス。最上流級の重さとボールビット同士でもオーバーフィニッシュが多く発生するほど非常に高い弾き性能が特徴のブレードだ。ブレード径が大きく外重心でスタミナは高いが、一度傾いてしまうと持ち直せないデメリットもある。テキサビットでは姿勢保持しきれなかったが、グライドビットの姿勢保持能力ではどうなるのかも一緒に検証していくぞ。25戦やってみた結果は、ロッドボールは21ポイント、ペガサスグライドは17ポイント、平均スピンタイムは24秒という結果となった。最後はウィザードロット。最大系のブレードは最強の持久力とラチェットへの直接攻撃をある程度防ぐことができ、リバースも多く発生する。持久力、防御力ともに非常に高い環境トップのブレードだ。ビット以外は同じカスタムなので、ボールビットとグライドビットのどちらの性能が上なのか検証していくぞ。
証の精度を上げるためにブレードのみ入れ替えて検証を続けるぞ。100戦やってみた結果は、フェニックスウィングは29対6、コバルトドラグーンは18対17、エアロペガサスは21対17、ウィザードロットは16対14という結果となった。まず持久力については、ドラグーンとウィザードロットでスピンフィニッシュを取ることができており、総数はボールビットには及ばなかったが、非常に持久力が高いことが判明した。一方気になったのはエクストリームダッシュのしやすさだ。摩擦抵抗が低い分滑るようにセンターサークル外に出ると先端脇の形状で加速という動きが多かった。公式ステータスで攻撃力が高く評価されている理由は分かったが、その分自滅オーバーも目立つ結果となってしまった。次にブレード別の評価をしていこう。コバルトドラグーンは2回の致滅さえなければロフトボールに勝ち越すことができるほど相性が良かったので、560や760で重量を上げてうまく制御することさえできれば大会でも十分通用するカスタムだと感じたぞ。6回も発生したスピンフィニッシュについては、左回転と右回転のベイがお互いに回転力を補い合う通称送り合いで、グライドビットのテーマサス素材によってボールビットよりも効率よく回転力を吸収できたことが要因だと考えている。フェニックスウィングはラッシュビットやポイントビットですら攻撃力不足のブレードのため、スタミナ系のグライドビットでは攻撃面スタミナ面ともに惨敗という結果だった。エアロペガサスについては高い弾き性能でポイントを稼ぐことができたが、平均スピンタイムは最下位という結果だった。前回のヘキサビットと同様、姿勢保持のために多くのスタミナを消費してしまっているようだ。傾きやすいブレードと姿勢保持能力のあるビットはあまり相性が良くないのかもしれない。ウィザードロットについてはスピンフィニッシュの獲得率や持久力についてまとめてみたぞ。グライドビットが勝利した試合を詳しく見てみると、走りすぎずうまくセンターサークル内に収まることができた時に高い確率で勝利できていた。スタミナロスを抑えることができれば純粋な持久力はグライドビットの方が上のようだ。もし採用する場合はシュート角度やシュート位置をいつも以上に意識するといいだろう。ではチャンネル登録コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。